リバティアストレイは2024年から月刊ガンダムエースで連載されていた漫画機動戦士ガンダムシードフリーダムアストレイに登場するモビルスーツです。本機は大戦後の混乱が続くコズミックイラの世界で民間用のモビルスーツにも自衛できるだけの戦闘力が必要だと考えたジャンクやローギュールによって開発されました。自衛用でありながら軍の戦闘用モビルスーツと渡り合えるだけの性能を備えた強力な機体ですが、強力な兵器として悪用されないための技術が盛り込まれています。今回はそんなリバティアストレイについて解説させていただきます。時はコズミックイラ74年、シードデスティニーの最終決戦であるメサイア攻防戦から数ヶ月後の世界。2度の大戦を経てもなお世界は混沌としており、民間の作業用モビルスーツが戦闘に巻き込まれる事件が多発していました。終戦後にザフトが旧式機を大量に売却したことでモビルスーツが世界にあふれ、その一部が海賊や脱走兵の手に渡ったこと、そして民間機そのものの性能の低さがこの無法を招いた要因とされています。当時ジャンクやギルドが販売していた民間自衛用モビルスーツは戦闘用に作られておらず、兵器である軍の機体には太刀打ちできませんでした。例えば民間の宇宙探査機構 DSSD とジャンクやギルドが共同開発したシビリアンアストレイ JG カスタムは非戦闘用として厳しい制限がかけられた機体です。 M1 アストレイのジャンクから組み上げたレイスタもオーブとの協定で戦闘への使用が禁じられていました。このように民間機は戦えないと知れ渡っていたため、かえって海賊たちの標的にされやすかったのです。この状況に心を痛めたジャンク屋のロウは、民間機にも戦えるだけの性能があると示せば襲われることもなくなると考え、自身の愛機レッドフレームのような性能を民間機に与えられないかと模索します。しかし民間機に戦闘力を持たせれば自衛用を謳っても戦闘目的で扱うものが現れ、新たな火種となりかねません。当然そうした機体の開発が国家に認可されるはずもありませんでした。そこでロウの理想を叶えるには、軍用モビルスーツにも負けない性能を持ちながら正規軍や海賊が扱うには不向きという相反する条件を満たすモビルスーツが求められました。この難題にロウを中心として元オーブのユン・セファン、元地球連合のジャン・キャリー、元プラントのコートニー・ヒエロニムスが加わり、コズミックイラの各勢力の技術を結集して開発が進められます。こうして完成した自衛用民間モビルスーツの1号機が MWF-JG001 リバティアストレイレッドフレームです。型式番号の MWF はシビリアンアストレイ JG カスタムの系譜を受け継ぐもので、メイン、ワークス、フィギュアの頭文字 JG はジャンクやギルドを示すとされています。例えばシビリアンアストレイ JG カスタムの型式番号は MWF-JG73 で、この73という数字はコズミックイラ73年に開発されたことを意味します。このように従来の機体は JG の後ろに開発年の番号がつきましたが、リバティでは民間機として本機からスタートするという意味を込めて001が与えられました。そんなリバティアストレイには画期的なフレーム素材が使われています。マルチマテリアルと単層カーボンナノチューブを組み合わせた複合繊維で、失われたテクノロジーを保管する居住衛星グレイブヤードで発見されたデータから開発されました。このフレームの機能は大きく2つあります。1つは衝撃を吸収して電力に変換・蓄積する能力、もう1つは光を電力に変換する能力です。フレーム自体が発電装置と蓄電池を兼ねているので、戦闘で生じる衝撃をパワーに変換できるため、継戦能力は従来のバッテリー式を大きく上回ります。なお村雲ガイはこの機能をデスティニーが機体への負荷を行使として放出する現象の逆だと評しています。これらの機能は通常の作業時にも働くため、本機は軽くパワー消費が少なく、発動するほどパワーを蓄積できる作業用としても革新的なモビルスーツとなりました。このような特徴から一見戦闘用としても優秀に思えるリバティアストレイですが、この新フレームには戦闘用兵器としては成立しない決定的な特徴があります。それはフレーム素材から常に特殊な光子が漏れ出しているので、一般的な光学機器で容易に捕捉できてしまうということ。そのためこのフレームを採用した機体は意図せず戦場で自らの位置を知らせてしまいます。
海賊や正規軍にとっては存在を隠せず、自分の位置を敵に知られてしまうという致命的な欠陥です。逆に民間としては強力な民間機であるリバティアストレイがここにいると海賊に示す抑止力として働くことになります。このフレームの機能を生かすため、専用の新型装甲超発泡金属装甲も開発されました。フレームの光を効率よく取り込めるよう、通常の発泡金属より大きな穴が各所に開けられているのが特徴です。これにより従来のアストレイから約2トンの軽量化に成功し、機動力も向上しました。ちなみにこの装甲の名前は開発者のプロフェッサーがすごい発泡金属だから超発泡金属装甲でいいと決めたものとされています。武装としては旧アストレイをベースに民間機として扱いやすく洗練されています。主兵装のリバティビームライフルはオリジナルアストレイのビームライフルの改良型で、レーザー照射用の追加パーツによって発射前に照準を確認でき、命中率の向上に加え、無駄撃ちによるパワー消費と誤射の被害を抑えます。防御面ではフレームと同じ素材のリバティシールドを装備。受けた衝撃をパワーに変換できます。さらに通信機器が使えないニュートロンジャマー環境下で視覚的に連絡を取るためのビームサインを搭載。アウトフレームが搭載していたものと同じく出力を上げればビームサーベルにもなりますが、短時間で内部回路が焼き切れるため基本は通信用です。なおジャンクやギルドの一部業者は所有者向けの専用装備も販売しています。その一つが実体験ガーベラストレートです。元はレッドフレームを代表する装備でしたが、ロウがデータを公開したことで同様の刀が作りやすくなりました。パワーを消費しない実体験なので、パワー消費を抑え衝撃を電力として蓄積したいリバティと相性の良い兵装です。モビルスーツサイズの日本刀タイガーピアスに相当する刀も販売されています。一方、レッドフレームが装備していた東部機関砲イーゲルシュッテルン、いわゆるバルカン砲は民間の作業現場での運用がメインということを考慮して、広範囲に弾をばらまくと被害を広げると判断され搭載されていません。なお本来戦闘用のアストレイが民間機のベース機として選ばれたのは、フレームの露出が多く新素材を活かしやすい上、民間での運用データが豊富だったためとされています。軍用機を民間転用するハードルは高かったものの、フェアネスツバイクレが欧部本国と交渉し、自衛以外の戦闘には使わせないことを条件に民間機への転用許可を勝ち取りました。こうしてプロトアストレイであるレッドフレームのフレームを置き換えた簡易改良型でのテストを経て、雨の御柱でリバティシリーズの開発が進みます。アルテミスでのブルーフレームとの戦闘を経て先行量産タイプが販売されますが、ロウはそこで満足せず、市場のフィードバックを受けて改良を重ねました。その改良から生まれたのが MWF-JG001CP リバティアストレイ CP です。基本性能は先行販売品やレッドフレームと同等ですが、頭部に大きな変更があり、機体にハイメガフォトンを搭載します。これは強力な先行で敵機のカメラやセンサーを使用不能にする、相手を傷つけずに無力化するための装備です。磁気が影響を受けないようメインカメラを覆うバイザーも備えます。本機は本来の目的である環境保護を掲げる組織コミットブルーコスモスなども運用しています。もう一機の派生が MDFT-03R ADV リバティアストレイブルーフレームリバイです。ロウのライバル村雲外のブルーフレームをリバティと同じ仕様で改修した機体で、アルテミス戦で真っ二つになったオリジナルのブルーフレームにリバティのパーツを組み込んだ改造機です。戦闘用だったブルーフレームを改造した機体なので、本来は民間用のリバティの名を冠する機体ではありませんが、同等の機能を持つことから便宜的にそう呼ばれています。なお型式番号はリバティアストレイレッドフレームが MWF-JG001 なのに対し、従来のブルーフレームの型式番号 MDFT-03 にちなんで MDFT-03R ADV とアドバンストの略 ADV が加えられました。外は傭兵なので居場所を知らせてしまうリバティのフレームには不都合を感じそうですが、物語上ロウがパワーアップしてやると勝手にブルーフレームを回収しているので、もしかするとガイが後で不都合を感じることがあるかもしれません。作中では簡易改良型アストレイレッドフレームに新素材を採用後、すぐにアルテミスの移送任務へ投入され、
襲撃してきたガイのブルーフレームと交戦します。当初は圧倒的なパワーに翻弄されますが、アルテミス位相に使用する核推進機の光を浴びて膨大なパワーを獲得し、核エンジンを搭載するブルーフレームを真っ二つにする力を見せました。この映像が拡散されたことで、リバティは戦闘できる民間機として広く認知され、先行販売品は即座に売り切れます。さらに、ローたちはあえてリバティを悪用しそうな者たちにも売り渡し、彼らに海賊行為を計画させることで、所在が筒抜けになるリバティは、海賊や正規軍では戦闘に使えないと世間に示しました。その後は、フォトジャーナリストジェスリブルの要請を受け、リバティのテストを兼ねて地上へ降下し、量産改良型のリバティアストレイ CP を購入したコミットブルーコスモスと行動します。その中で、ブルーコスモスの依頼を受けたアクタイオンインダストリー社のテストパイロット部隊と交戦。ハイメガフォトンや高い継戦能力を生かし、アクタイオンプロジェクトで生産された GATX シリーズを相手に、民間機ながら高い戦闘力を示しました。余談ですが、機体名のリバティは闘争や歴史を経て、解放によって勝ち取った自由を意味します。一方、シードシリーズを象徴するフリーダムも自由を意味しますが、こちらは誰かに与えられるものではなく、生まれながら身持つ自由を指します。コーディネーターという生まれに縛られず戦ったキラの剣がフリーダムなら、力なき者たちが自らの命を守るために自由をつかみ取る剣がリバティアストレイということになります。ライジングフリーダムなどコンパスの機体がリバティの素材を採用していたら、コンパスが世界に抑止力を示す機体なので、常に世界への抑止力として居場所を示すことができ、ハリセンボンにも耐えられたんじゃないかという気がしますが、リバティアストレイの完成はフリーダム強奪事件の後のようなので、ライジングフリーダム開発にリバティの素材投入は間に合わなかったと思われます。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。